はい、こんにちは、梅野です。本日は八重桜を撮っていきたいなと思います。はい、八重桜はこういうボンボンに咲く桜が八重桜になっています。ピンクの塊が大きいですので、緑の葉っぱも一緒に咲いてくれてますので、綺麗な桜かと思います。それでは今日はこの八重桜を撮っていきましょう。はい、それでは1枚目はここ撮っていきます。ここの八重桜の枝が真横に伸びてくれてますので、背景に大きい木があって木漏れ日で光が当たっています。明るいところ、暗いところ、それが点々とあって陰影差が綺麗なので、ここを撮っていきます。で、この大きい木のおかげで背景は暗くて八重桜は明るい状態になってますので、ハイライト重点速光を使って撮ることで桜のお花を強調して撮ることができると思います。で、ちょっと近づきまして、いつも通り一部を切り取って撮るのもいいんですけれども、せっかく真横に伸びてくれていますので、これを画面のど真ん中に配置して2分割の線を区切るような配置で撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 4.5 に設定しまして、左の桜から右の桜までしっかりピントが合うような F 値に設定してみました。シャッタースピードは1600分の1秒出てますので、ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのハイライト重点速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置はど真ん中の、葉っぱのところにピントを合わせてまして、ここが、前後でいうとちょうど真ん中付近になりますので、ここにピントを合わすことでだいたい全体の桜にピントが合うかなと思ったので、ここに決めました。ここはハイライト重点速光を使ったことで、桜の明るすぎるところを適正露出に抑えてくれて、それ以外の部分は暗くしてくれています。ここの場合やと、桜と桜の枝、葉っぱ、そこは光が当たっていまして、背景の大きい木のところは影になっていましたので、背景の部分はより暗くなりまして、桜の部分は適正露出になってますので、背景が暗くて手前が明るいので浮き上がるような印象を持たせることができたんじゃないかなと思います。横一直線に伸びてくれている枝でしたので、これを2分割のど真ん中付近に配置することで、印象的な写真になるのと、枝がちょっと曲線に右側からちょっと降りてきて、左端に行くとちょっと上に上がっていくような、この曲線も綺麗かなと思いました。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきます。八重桜があって、背景に葉っぱがあって、葉っぱがテカテカしています。なので玉ぼけを使うことができますので、玉ぼけを使って撮っていきましょう。八重桜、ちょっと細かい枝がありまして、ちょっと工夫して撮らないと背景がごちゃごちゃした写真になってしまいますので、例えばこの辺とか狙ってしまうと、枝が結構邪魔してくるかと思います。なのでできるだけソロでいる桜を狙って撮っていきます。で、今回の場合やとここの桜のお花が周りに枝が少ないですので、ここを狙って撮っていきましょう。3分割を使って撮っていこうかなと思います。で、桜のお花がこっち向いて咲いてますので、こっち側に空間を空けて撮っていきます。で、ここが明るくて玉ぼけとして使えまして、で、ここの背景は暗いと思います。なのでこの暗いところに光につけている桜を配置して、で、こっちは玉ぼけ、そういう写真を撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。F 値は 4.5 に設定しまして、桜の花びらにはしっかりピントを合わせて、背景の玉ぼけも綺麗な円形になるように F 値 4.5 に設定してみました。シャッタースピードは800分の1秒出てますので、ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。
ピントの位置は、下の方の桜のお花のど真ん中にピント合わせて撮っています。3分割構図の右上の交差点に桜を配置しまして、桜が向いている方向に空間を空けて撮っています。そういう配置で撮ることで、全体のバランスが綺麗な、見てて違和感のない配置になりますので、そういうところも意識して撮ってみてください。で、背景の部分は暗いところに桜のお花を配置しまして、左側の部分は玉ボケを使って撮っています。この淡い白色のお花であっても色がはっきりしやすく、輪郭もシャープに見えるかと思います。で、それ以外の空間を玉ボケを入れてあげることで華やかな写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次は八重桜のこのオレンジ色の葉っぱも綺麗だなと思ったので、このオレンジの葉っぱを撮っていきましょう。で、ここにある葉っぱが光が当たってて、よりこのオレンジっぽい色がはっきり出てますので、ここを撮っていきます。で、ここ広角の縦構図を使って撮ることで、背景に八重桜がいっぱい咲いているんですけれども、そこが白かったりとかピンク色の背景になってくれるので綺麗かなと思います。なのでここを撮っていきます。画面の右の方にオレンジの葉っぱを配置しまして、F 値を開放 F 値で撮ることで、この木の部分は影になりますので、暗い背景で、ところどころある八重桜のお花が白かったりピンク色で入ってくれるので、シンプルなんですけど、多分なんか華やかっぽいいろんな色が入った背景になると思いますので、そういう感じで撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここは背景をしっかりとボケさせていきたいので、F 値は4に設定しました。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は葉っぱの上側の部分、よりオレンジ色が綺麗なところにピント合わせて撮っています。F 値は4に設定したことで、葉っぱ以外の部分はほとんどボケてくれていますので、何を撮りたかったのかが明確になっていることと、撮りたかった被写体が浮き立つような写真になったかと思います。で、背景は確かに暗い部分とで白色とかピンク色が入って綺麗なんですけれども、ちょっとうるさい写真になったかなとは思います。ただこのオレンジ色を強調してくれる、あんまり邪魔をしない色が背景に散りばめられてますので、撮りたかったものの綺麗さ、オレンジの綺麗さっていうのを出すことはできていると思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの桜の木を撮っていきましょう。八重桜は結構横に枝が伸びていることが多くて、全体的にボンとなってるんですけれども、ここの八重桜の木は結構上に向かって生えてまして、なんか形が傘が強風でボンってひっくり返った時の形に出て面白いなと思ったので、ここ撮っていきましょう。で、他にですね、いろいろありますので、これだけを綺麗に撮ることは難しいんですけれども、カメラを下に構えて撮りまして、で地面と、こことで青空を縦構図で切り取って撮っていこうと思います。で、できたら影とかなんかいい感じじゃないですか。あそこも入れたかったんですけれども、欲張ってしまうと他の邪魔なものがいっぱい入ってしまいますので、ここはシンプルにハイローアングルから見上げる構図で撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは手前の地面をボケさせて、背景の桜の部分、そこにピントを合わせて撮っていきたいので、F 値は開放の4に設定して撮っていきましょう。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出値プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は、桜の木のど真ん中にピントを合わせて撮っています。
カメラは地面に置いて見上げるような角度、ローアングルから撮影してみました。で縦構図を使うことで、できるだけ他の桜の木とか他の要素が入らないようにして撮っています。ただやっぱり他にも密集して木がありますので、これ撮りたかった木だけをすごい強調するような写真にはできなかったんですけれども、ローアングルで構えたりとか縦構図を使ったりとか、空の割合をどれぐらいにするのか、そういう工夫をすることで、できるだけ撮りたかった桜の木がどれなのか分かりやすい写真にしています。縁も4にしたことで、画面の手前の部分ですね、地面の部分とかもボケさせていますし、そういうことで、引き算をすることで、撮りたかった写真を明確にすることができます。できたら背景の桜の木とかもボケてくれるともっと良かったんですけれども、ちょっと広角で撮っていますので、後ろの方もピントが合ってしまっています。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はここから撮っていきましょう。ここに白っぽい、お花があるのと、後ろにある葉っぱはオレンジ色なので、これが綺麗かなと思ったので撮っていきます。光は逆光で当たってまして、花びらが透けているのと、オレンジ色の葉っぱも綺麗な色を出してくれていますので、ここを撮っていきます。背景が影になってて暗いですので、ここをハイライト重点速光を使って撮ってあげることで、ここの色がすごい強調されて、背景はバンと真っ暗になると思いますので、明暗差のすごい大きいシックな写真を撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。手前の桜のお花にはしっかりピント合わせたいので、縁は 6.3 まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは160分の1秒ぐらい出てまして、200分の1秒出るか。焦点距離は 135mm 付近で撮っていくので、手ブレしないので ISO 感で100で OK です。露出値はプラマイ0のハイライト重点速光を使って背景を真っ暗にして撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は桜の花びらの、ど真ん中にピント合わせて撮っています。逆光で撮りましたので、花びらの色が透けていたりとか、オレンジ色の葉っぱが透けていて色がはっきり出ていて綺麗です。ハイライト重点速光を使ったおかげで、白いお花の光が当たっている部分も白飛びすることなく撮れていて、背景は真っ暗になりましたので、この光の明暗さとか色の綺麗さをはっきりさせる、そこが撮りたかったっていうのが明確な写真になったんじゃないかなと思います。はい、本日は八重桜を撮りに来ておりました。花びら一個一個がボンと大きいお花になりますので、撮りやすかったと思います。で、僕は普段結構暗めの写真をメインで撮ってますので、桜とか華やかな写真を撮るのが苦手だったんですけれども、今回は結構綺麗に撮れたんじゃないかなと思います。八重桜は咲いてる期間が、ちょっと他の桜に比べると長いんじゃないかなと思いますので、お近くの公園とかに、ぜひ探しに行ってみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。